今日は自分が提供してもらったルンルンの筆箱をいろんな観点で比較しながら全部紹介していこうと思います。560とか660とか数字が出てきたり、メロウペンケースとかレイニーペンケースとか柄もたくさんあって複雑な名前になっているので、そういうところも最後に整理して解説をしていくので、購入を考えている方は最後まで見ていただけたら嬉しいです。まず最初に販売しているところについてかなりの質問をいただくんですけれども、現時点では Amazon のみとなっております。ルンルンはメイドインコリアで、韓国では誰もが知っているメジャーな筆箱なんですけれども、日本での流通は Amazon で始めたばかりだそうで、これからの Amazon の売れ行き次第では店頭に並んでいくかもしれないといった段階ですね。動画を公開した直後は結構売り切れになることがあったので、概要欄の URL で飛んでいただいて、もし売ってなかったら売り切れになっているってことなので、再入荷までしばらくお待ちください。まず最初に2つの一本挿しペンケースについて紹介をしていこうと思います。一本挿しペンケースは1本だけ傷つけずにいいペンを持ち歩きたいというちょっと大人なペンケースで、学生が使う機会っていうのは結構限られてくるかなと思います。一本挿しペンケースって1本だけ厳選し尽くした筆箱ってことで、ロマンがあって、ペンを入れているとすごいかっこいいんですよね。旅行に行ったりするときに自分のお気に入りの1本を選んでそれを持ち運ぶっていうのも一つの楽しみ方かなと思います。残念ながらこちら本革ではないんですけれども、合皮の中では最上級と言われている PU レザーが使われていて、こちらの左側のラウンドタイプは650円、右側のスタンダードタイプは550円となっていて、見た目の割にかなり安いのが特徴ですね。PU レザーの素材は結構しっかりとしていて、耐久性以外は本革なんじゃないかって思うぐらいのクオリティですね。色はかなり黒寄りのダークブラウンとなっています。今現物はないんですけれども、結構明るめなブラウンという色も用意されています。どんな太さのペンが入るのかっていうのを簡単に紹介していこうと思います。まずは野原工芸の細めなスリムタイプはラウンドタイプとスタンダードタイプ両方入りました。そして野原工芸のスタンダードタイプになると、ラウンドタイプの方はスムーズに入るんですけれども、長方形のスタンダードタイプの方はちょっときついかなと思いました。そしてゼブラのシャーボ X の TS10 なんですけれども、こちらは比較的両方スムーズに入れることができました。続いてプラチナのセンチュリーの万年筆を入れていくと、ラウンド型は結構きつめなんですけれども、なんとか入れることができました。ただ長方形のスタンダード型にするとあまりにもきつすぎるので、あんまり入れない方がいいかなと思いました。こんな感じで2つの筆箱で入る太さが違ってくるっていった感じです。個人的にはある程度太いペンが入るラウンドタイプの方が見た目もかっこいいですし、おすすめできるかなと思います。どちらも長さが17センチぐらいあるので、ペンシースとして使っていくのはちょっと無理があるかなと思いますね。BT ペンケースだと入らなかったです。長さがある筆箱じゃないとそのペンシースとしては使えないかなと思いました。結構分厚い素材でできているので、可動式クリップならいいんですけれども、固めなクリップだと少し挟みにくいかなと思います。かといってクリップで挟まずに奥まで入れてしまうと取り出すのに一苦労になってしまうので、多少クリップが硬くてもクリップで挟んで使っていくっていうのがいいんじゃないかなと思います。クリップがかっこいいとこの一本挿しペンケース自体がすごいかっこよくなるので、いいペンを買ったらついつい入れてしまいたくなってしまう、そんな筆箱となっております。続いては663ストーンペンケースで簡単にどんな筆箱なのか紹介していこうと思います。もともと2階建てペンケースといったらノーマディックの PF05 を思い浮かべる方が多いんじゃないかなと思うんですけれども、それの 1.5 倍近くの容量を持たせたかなり大容量な筆箱がこちらのルンルンの筆箱ですね。ノーマディックの2階建てペンケースを余裕で中に入れることができるぐらい容量が大きいです。ペンホルダーが5箇所もあって、たくさんのお気に入りのペンを入れたいんだけど傷つけたくないっていう欲張りな方におすすめな筆箱となっています。個人的に好きなのがこの隔離するスペースなんですけれども、ノーマディックはふにゃふにゃとした素材なのに比べて、ルンルンの方は型がしっかりとついていて見栄えもかなりいいですし、消しゴムだけでなく修正テープ、芯ケースを余裕で入れることができます。
大容量な2階建てペンケースっていうのがこの筆箱の特徴かなと思いますね。続いてこちらの560レイニーペンケースの紹介を簡単にしていきます。固定できる3つのペンホルダーとリフィルホルダーがあって、それを囲むように3つのメッシュポケットがついています。3つのメッシュポケットがついているっていうのが個人的に評価できるなと思ってて、どのスペースも細かく小分けされているので、移動している時にペンが筆箱の中で暴れてしまうということがなく、固定して収納することができます。それによって十分な容量を持ちつつ、全てのペンを傷から守ることができるという面ですごいありがたいなと思っていて、春休みが終わったら大学でも普通に使っていこうかなと考えているぐらいです。こちらの筆箱は自分の持っている革の筆箱とかと比べると、ちょっと大きいんですけれども、さっきの2階建てペンケースよりは若干コンパクトになっていて、見た目の威圧感っていうのはそこまでなくて、学生に本当にお勧めできる筆箱となっています。中高生とかで文房具が好きだけど人の目が怖かったり、文房具で絡まれるのがめんどくさくて学校に持っていくのに、抵抗がありますっていう相談を、自分は結構いただきます。のびのびと何も気にせずに使うのが一番いいとは思うんですけれども、自分も結構人目を気にするタイプで昔は悩んでいました。そんな方にとっての、一つの解決策として、高い革の筆箱を学校では使わないっていうのが、いいかなと思ってて、やっぱり筆箱って文房具の中でも特に机の上で体積を取るものなので、本当に革製の高いやつだと結構目立っちゃうんですよね。なので、あんまり悪く目立たないノーマディックの2階建てペンケースとかルンルンの筆箱を使って自分のこだわりのペンとかを隠し持っていくっていうのは、人の目を気にしていた自分みたいな方にとってはかなり有効な手段かなと思います。だいぶ話が脱線してしまったんですけれども、ざっとそれぞれの筆箱について紹介をしてきました。ではノーマディックの筆箱も合わせて3つの筆箱で容量とペンの傷つきにくさ、使いやすさなど様々な観点で比較をしていこうと思います。容量の違いについてですが、560にこれ以上入れたら支障が出るかなぐらいギリギリまで中身を入れてみました。この中身をそのまま663の方に移し替えていきますと、ある程度余裕があるかなといった感じですね。その中身をさらにノーマディックの2階建てペンケースに入れていきますと、ノーマディックはテープのりを入れるのが厳しいかなぐらいの容量です。ノーマディックはたくさん入れると筆箱の形が不格好になりやすいっていうのは、残念な点だと思いました。容量としては左に行くほど大きくなっているっていった感じです。ただ、ルンルンの筆箱は結構大きいので、小さいカバンとかに入れていくとなると結構支障が出るかなと思うので、そこは用途に分けて考えていく必要があるかなと思います。続いて中のペンをどれだけ守っていけるのかについてですが、ルンルンの筆箱は全部 PU レーザーが使われていて、かなりクッション性に優れた筆箱となっています。触ってみた感じも結構柔らかい感じで、しっかりとした素材ですね。なので筆箱ごと落としてしまった場合でも中のペンをしっかりと守ってくれるんじゃないかなと思います。ノーマディックの2階建てペンケースはカーボニウム素材が使われているので、かっこよくてすごい高級感があるんですけれども、結構柔らかい素材なので、よっぽど大丈夫だと思うんですけれども、落とした時にちょっと怖さがあるなと思いました。特にそこに入っているペンとかは落としたらダイレクトにひびとかが入っちゃうかもしれません。ルンルンの2階建てペンケースは外からの衝撃という面ではかなり優れていると思うんですけれども、そこの1階のところは中でジャラジャラと動いちゃって、傷は避けられないかなと思います。その点では560の方はジャラジャラと動くことがないので、どんなペンも傷つけたくないという方は560が一番おすすめかなと思います。ペンを傷や衝撃から守ってくれるという観点では左に行くほど優れているかなといった感じですね。続いては使いやすさについて比較をしていこうと思います。どの筆箱も本当に使いやすいんですけれども、ペンの取り出しやすさという面ではルンルンの2階建てペンケースが一番優れているかなと思います。どうしてノーマディックよりもルンルンなのかというと、ノーマディックの場合だとペンホルダーと消しゴムの隔離するスペースがふにゃふにゃになっていて、消しゴムが取り出しにくいっていうのがよくあるんですよね。あと結構形がふにゃふにゃになっちゃうので、ペンホルダーのところもなかなか取り出しにくかったりします。
ルンルンの方はペンホルダーが厚紙みたいになっているので、かなりしっかりとしていて、消しゴムのところもすごい分厚い素材でできているので、取り出しやすさという面ではルンルンの2階建ての方が優れているなと思いました。こちらの560の方は奥の方に入っている芯ケースは取り出しにくいなと感じております。消しゴムも上のスペースに入れておけばいいんですけれども、下のスペースに入れておくとかなり取り出しにくいなと思いますね。なので自分は下のスペースには何も入れずに、上のスペースに消しゴムとかテープのりとかをまとめて入れるのがおすすめです。以前こちらのペンケースの紹介動画を出した時に、取り出しにくそうっていうコメントを結構いただいたんですけれども、さっき言った芯ケース以外は全然取り出しにくいなって感じることはなかったです。そもそも芯ケースって頻繁に出し入れするものじゃないと思うので、使う上では全く支障が出ないかなといった感じですね。使いやすさ、取り出しやすさという面ではこんな感じで左に行く方が優れているなと個人的には思っております。こんな感じでいろいろと比較をしてきたんですけれども、自分はどの筆箱が一番好きかと言われたら56002ペンケースと答えます。ルンルンの2階建てほどの容量は自分は必要なくて、1階に入れてるペンが結構ジャラジャラしちゃうので、自分はきちんと整列してペンをたくさんのスペースに分けることができる560の方が自分に合っているかなと思います。560はリフィルホルダーがあるっていうのが結構ありがたくて、普通の筆箱って細い芯ケースの行き場がなくてどこに入れておこうってなると思うんですけれども、しっかりとそれ用の場所が設けられているのは評価できるなと思いました。PU レザーっていう素材自体にはそんなに安っぽさは感じないんですけれども、革とか帆布とかのもうちょっとおしゃれな素材の筆箱も販売してほしいなとは思います。ノーマディックとルンルンはペンホルダーの間隔がそれぞれ違っていまして、ノーマディックは 18mm から 20mm、ルンルンは 13mm から 15mm となっているので、ペンをしっかりとホールドするっていう面ではルンルンの方が優れているかなと思います。ただルンルンの筆箱でも一番奥に行くと 25mm も間隔があるので、ここに結構太いペンは入れることができるんじゃないかなと思います。以前動画でもやったんですけれども、初めてこの動画を見るっていう方もいらっしゃると思うので、どのペンが入るのかどのペンが入らないのかっていうのを実際にやっていこうと思います。まず入るペンについてですが、野原工芸のスタンダードタイプとスリムタイプ、ユニのピュアモルトジェットストリームインサイド4&1のようなラバーではない太い多機能ペン、スマッシュなどの細身のラバーグリップのペン、ユニボール1などの普通ぐらいの軸のラバーグリップのペンは入れることができました。ただドクターグリップとかジェットストリーム4&1といったかなり太くてラバーグリップのペンは入らないよっていうことを注意していただけたらなと思います。という感じで筆箱の比較をしていきました。次は560とか663とかレイニーとかメロウとか名前がすごいややこしいので整理をしていこうと思います。この2つの筆箱は560とかの3桁の数字で構成されています。こちらの2階建てペンケースは100の位が6、アーチ型のペンケースは100の位が5となっています。柄についてですが、雨みたいな模様がレイニー、石のような柄のストーン、果実が熟すっていう意味があるメロウといった感じで、それぞれの筆箱で3種類の柄が用意されています。柄によって下2桁の数字が変わってきて、レイニーは60、ストーンは63、メロウは67となっています。なので例えばこちらの2階建てのストーンペンケースの場合は100の位が6で、下2桁が63なので663ストーンペンケースといった感じで名付けられています。メロウとレイニーの柄の違いについてですが、自分のこちらのパンチイエローの方は黄色とオレンジのように2色が使われていて、こちらのレイニーは黒だけといった感じで1色のみの構成となっています。色以外の見た目は変わらないかなといった感じですが、触り心地が結構違ってきます。メロウの方が、凹凸が小さいかなといった感じで、レイニーは結構デコボコとして、メロウはサラサラとした感じです。どれも同じ素材が使われているので、柄は好みで選べばいいんじゃないかなと思います。これで一応ルンルンの一連の紹介動画は5本目でして最後になるかなと思います。ルンルンの動画をこれまで出してきて思った以上に反響がありまして、動画を見てね買ったよっていうコメントもたくさんいただきまして、自分としてもとても嬉しかったです。またルンルンの動画でなんか出してほしい
ものがありましたら、コメントしていただけたら嬉しいです。普通に筆箱紹介とかでね、また出てくると思うので、お楽しみにしていてください。このチャンネルではリクエストを募集しているので、紹介してほしい文房具ややってほしい企画がありましたらコメントの方よろしくお願いします。限定色とかの情報もありましたらコメントをしていただけると嬉しいです。Twitter と Instagram もやっていて、動画を撮影する際にいい写真が撮れたら随時更新しているので、興味のある方はぜひフォローしていただけると嬉しいです。ではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。